サンフランシスコ平和条約が発効すると、日本は独立を回復し、新たな一歩を歩み始めました。しかし、この時の日本は完全に自由な立場に戻ったというわけではありません。なぜなら、当時の世界はアメリカを中心とする資本主義陣営とソ連を中心とする社会主義陣営が対立する冷戦の時代であり、この時代の日本は資本主義陣営にとってアジアの重要な拠点と位置づけられたからです。よって日本はサンフランシスコ平和条約と同時に日米安全保障条約を結び、アメリカ軍の駐留を認めることになりました。こうして日本は独立国家として再出発しながらも、安全保障の面ではアメリカに大きく依存することになったのです。このような状況の中で、当時の総理大臣である吉田茂は、軍事に大きな力を注ぐよりも経済復興を優先する道を選びました。安全保障をアメリカに頼りながら、日本は経済の立て直しに集中していったのです。そしてその経済復興を一気に後押ししたのが、朝鮮戦争による朝鮮特需でした。東西両陣営がぶつかった朝鮮戦争において、日本はアメリカを中心とする西側陣営の重要な後方拠点となりました。そのため日本の企業には軍需品や物資の注文が入り、工場の生産が増えていきます。敗戦によって大きな打撃を受けていた日本経済は、この朝鮮戦争による特別な需要によって急速に立ち直るきっかけをつかみ、経済復興を一気に進めたのです。経済復興をさらに安定した成長へとつなげるためには、政治の安定も必要になります。ところが当時の政党は革新勢力も保守勢力もそれぞれ分裂していました。革新勢力の社会党はサンフランシスコ平和条約や日米安保条約への対応をめぐって左派と右派に分かれていたのです。一方保守勢力も吉田茂を中心とする自由党と鳩山一郎を中心とする日本民主党に分かれていました。つまり日本の政治は冷戦への向き合い方やアメリカとの関係をめぐってまとまりきれていなかったのです。しかし分裂したままでは安定した政治を行うことは難しくなります。その中でまず左右に分かれていた社会党が再統一を果たします。これによって社会党は野党第一党としての力を強めました。すると保守勢力の側でも分裂したままでは社会党に対抗できないという危機感が高まります。その結果、自由党と日本民主党が合同し、自由民主党が成立しました。こうして自民党が政権を担い、社会党が野党第一党として対抗するという政治体制が成立します。この体制は成立した年にちなんで55年体制と呼ばれました。55年体制が成立する中で総理大臣となっていたのが鳩山一郎でした。鳩山一郎はアメリカとの関係を重視する吉田茂の路線を批判して、ソ連とも関係を改善すべきだと考えていました。そのため鳩山内閣はソ連との国交回復を目指していきます。しかしソ連との交渉は北方領土問題をめぐって難航しました。それでも鳩山一郎は諦めず、領土問題を残したまま、まずは国交の回復を優先する道を選びます。こうして日本とソ連は日ソ共同宣言によって戦争状態を終わらせ、国交を回復しました。これによってそれまで日本の国際連合加盟に反対していたソ連も日本の加盟に同意するようになります。その結果、日本は国際連合への加盟を実現し、国際社会へ本格的に復帰していったのです。とはいえ、日本の外交の中心にはやはりアメリカとの関係がありました。日本とアメリカの関係は日米安全保障条約を土台としていましたが、この条約をめぐって国内では激しい対立が繰り広げられます。与党である自民党の総裁となった岸信介は、日本とアメリカの関係をよりはっきりさせるため、日米安全保障条約を改定しようとしました。一方、野党である社会党は、日本がアメリカの戦争に巻き込まれるとして、日米安全保障条約の改定に反対しました。そしてこの反対運動は、学生、労働者、市民なども加わり、全国的な反対運動となっていきます。これが安保闘争です。激しい闘争の末、最終的に新しい安保条約は成立しましたが、国内の対立は非常に激しくなり、政治は大きく混乱しました。その責任を取って岸信介は退陣し、代わって総理大臣となったのが池田勇人でした。左右の対立による政治の混乱を受けて池田勇人は、寛容と忍耐を唱えています。
これは激しい対立をさらに煽るのではなく、政治の対立を落ち着かせようとする姿勢でした。そこで池田内閣は安全保障をめぐる対立を前面に出すよりも、国民の暮らしを豊かにする経済成長へと軸足を移していきます。その池田内閣が掲げた計画が国民所得倍増計画でした。国民の所得が増えれば生活が豊かになり、社会も安定すると考えられたのです。こうして日本は本格的な高度経済成長の時代に入っていきます。高度経済成長が進んだ理由は国民所得倍増計画だけではありません。まず大きかったのは企業による設備投資です。日本企業は新しい工場や機械に積極的に投資し、より多くの商品を作れる体制を整えていきました。工場が増えるとそこで働く人手が必要になります。そのため地方から都市へ多くの人々が移り、都市には労働力が集まっていきました。労働力が増えると生産はさらに拡大します。そして生産が増え、企業の利益が増えると人々の所得も上がっていきました。所得が上がれば人々はより多くの商品を買うようになります。すると企業はさらに商品を作るために設備投資を進めます。こうして日本では生産が増える、所得が増える、消費が増える、さらに生産が増えるという成長の循環が生まれたのです。もちろんこの成長によって人々の暮らしも大きく変わりました。都市には団地や道路、鉄道が整備され、家庭にも家電製品が広がっていきます。そしてこの高度経済成長を象徴する出来事が東京オリンピックと大阪万博でした。東京オリンピックに向けて新幹線や首都高速道路が整備され、日本は戦後復興を遂げた国として世界に姿を示しました。さらに大阪万博では技術力と豊かさを身につけた経済大国としての日本を国内外に印象づけました。しかし高度経済成長はいいことばかりではありません。経済成長が進めば進むほど、その裏で起こる問題も大きくなっていきます。工業生産が増えれば工場から排水や煙が出ます。その結果、各地で公害問題が深刻化し、経済成長のおかげで人々の命や健康が犠牲になっていったのです。この公害問題をきっかけに経済成長だけを追い求めるのではなく、環境や人々の生活を守ることも必要だという考えが広がっていきました。高度経済成長が進む中で、日本政府は戦後に残された外交課題にも向き合っていきます。その一つが韓国との国交正常化でした。日本と韓国は戦後も公式な国交を結んでいませんでしたが、日本にとって隣国である韓国との関係を安定させることは外交や経済の面でも重要な課題だったのです。また、冷戦の中でアメリカも日本と韓国の関係が安定することを望んでいました。こうした背景の下で日本政府は韓国との間で日韓基本条約を結び、国交を正常化したのです。そして戦後日本に残されたもう一つの大きな課題が沖縄返還でした。サンフランシスコ平和条約で日本本土が独立した後も沖縄はアメリカの統治下に置かれていました。しかし沖縄の人々にとって本土復帰は大きな願いでした。そこで日本政府はアメリカとの交渉を進め、沖縄返還を実現していきます。この時日本側が目指したのが核抜き本土並みの返還でした。これは沖縄に核兵器を置かず、本土と同じように日本の法律や制度の下に戻すという考えです。こうして沖縄は日本に返還されましたが、返還後も多くの米軍基地は沖縄に残されるなど、その後の日本に引き継がれる課題も残っています。ここで世界に目を向けると、冷戦の構造にも変化が起こっていました。当時アメリカはベトナム戦争の泥沼化に苦しんでおり、この戦争を何とか終わらせたいと考えていました。そこでアメリカが注目したのがソ連と中国の対立です。同じ社会主義国でありながら、ソ連と中国の関係は悪化していました。アメリカはこの対立を利用して中国に接近し、ソ連を牽制しようとします。こうしてアメリカのニクソン大統領は中華人民共和国を訪問し、冷戦の構造は大きく変化していくことになったのです。この国際情勢の変化の中で、日本も中国との関係を見直す必要に迫られます。それまで日本は台湾にある中華民国政府との関係を重視していました。しかしアメリカが中国に接近すると、日本も中国大陸を支配する中華人民共和国との関係を無視できなくなっていきます。そこで日本政府は日中共同声明を発表し、
中華人民共和国との国交を正常化しました。こうして日本はアメリカの中国接近に対応する形で中華人民共和国との関係を結んだのです。一方で日本の経済成長にも大きな転機が訪れます。高度経済成長を続ける日本では工場を動かすにも車を走らせるにも電気を作るにも大量のエネルギーが必要でした。そして日本はそのエネルギーの中心である石油の多くを海外からの輸入に頼っていたのです。そのため中東情勢の影響で石油価格が急上昇すると日本経済は大きな打撃を受けます。物価は上がり人々の生活にも不安が広がっていきました。こうして石油危機は日本の高度経済成長を終わらせる大きなきっかけとなったのです。しかし日本経済はそこで終わったわけではありません。石油を大量に使う成長が難しくなると日本企業は省エネルギー化を進めました。少ない資源で効率よく品質の高い製品を作る方向を目指したのです。その結果、日本の自動車や家電製品は燃費が良く壊れにくく品質が高い製品として世界市場で高く評価され、海外でよく売れるようになりました。こうして日本は急激に成長する高度経済成長からより安定した成長へと移りながら世界有数の経済大国としての地位を高めていったのです。しかし日本製品が海外で売れるようになるとその影響で新たな問題が生まれていきます。それが日米貿易摩擦です。日本からアメリカへの輸出が増える一方で、アメリカでは貿易赤字が拡大し、国内産業や雇用への不安も高まっていきました。そのためアメリカは日本に対して輸出に頼るだけではなく、国内の需要を広げてほしいと求めるようになります。こうした中で結ばれたのがプラザ合意でした。これは行き過ぎたドル高を修正するための国際的な合意でした。この合意の結果、ドル高が是正され、反対に円高が急速に進んでいきます。円高になると、日本の製品は海外で高価なものとなり、なかなか売れなくなってしまいます。つまり、プラザ合意は日本の輸出主導の成長に大きな転機をもたらしたのです。急速な円高によって日本では自動車や家電など輸出産業を中心に不況が深刻化します。そこで政府と日本銀行は景気を支えるために金融緩和を進めました。金利を下げ、企業や人々がお金を借りやすい状況を作ったのです。しかし、金融緩和によって国内には大量のお金が出回るようになります。そのお金は工業や設備への投資だけではなく、土地や株式にも流れ込んでいきました。土地や株式に多くのお金が流れ込むと、その価格は上がっていきます。すると多くの人がこれからももっと上がると考えるようになりました。価格が上がるから買う。買う人が増えるからさらに上がる。こうして土地や株式の価格は実体経済から離れて上昇していったのです。これがバブル経済です。こうして昭和の終わり頃、日本は豊かさの絶頂にあるように見えました。しかしそれは実態以上に土地や株の価格が膨らんだ危うい繁栄でもありました。そして昭和天皇の崩御によって長く続いた昭和の時代は終わりを迎えます。日本は敗戦の混乱から立ち上がり、高度経済成長を経て世界有数の経済大国となりました。しかしその足元では次の時代に大きな問題を残すバブルが膨らんでいたのです。